本動画の結論。高速用ペット G フィラメントは高性能かつ速い。キャリブレーションをして高精度な仕上がりにしよう。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。今回はこのフィラメントを使ってみたいと思います。これはバンブーラボさんから販売されている高速用ペット G フィラメントです。最近は PLA に続いてペット G も高速用フィラメントが出てきていますね。バンブーラボさんのシリーズはちょっとだけ値段はしますが、仕上がりはとてもいいので好きなフィラメントです。このペット GHF は新しいフィラメントのためか、パラメータがまだなかったので、今回はキャリブレーションが行えるスライサーで調整してみました。動画の中盤ではその設定方法もやっていきたいと思います。高速用ペット G フィラメントに興味がある PLA 以外のフィラメントを探しているという方はぜひ最後までご覧ください。それでは本動画のメニューは以下の通りです。1、今回使うフィラメント機器について。2、ペット GHF をいろんなパターンでプリントした結果。3、最初にやっておきたいキャリブレーション作業。適正温度のキャリブレーション、流量のキャリブレーション、にじみ線のキャリブレーション、MVS のキャリブレーションを行っていきます。それでは1つ目の今回使うフィラメント機器について解説していきます。そもそもペット G は PLA よりも軟化温度や耐衝撃性が高いので、熱がかかる、力がかかる場面には強く、物を乗せたり引っ張ったりなんかの実用的なものや PLA だと不安という場合はペット G の方が向いています。また通常のペット G と比べると高速ペット G の方が軟化温度融点が低くなっています。高速化に対応されている代わりに耐熱は多少下がっているようですね。価格は通常のペット G ベーシックは4180円ですが、高速ペット G は4680円なので多少高いものの大きな差はないですね。またペット G は他にも半透明タイプやカーボンが入ったペット GCF などの種類があり、それぞれ特徴が違いますので試してみるのも面白いです。ペット G フィラメントは開封後に乾燥させることが推奨されているので乾燥ドライヤーを使います。クリアリティスペース PI は最大70度まで上げることができ、48時間連続で使用することができます。温風ファンがついているので湿気を排出でき、効率よく乾燥できます。3D プリンターは A1 ミニを使います。機械の詳細はこちらの動画も参考にしてください。スライサーソフトはキャリブレーションができるオルカスライサーを使います。ペット GHF のフィラメントテンプレートがなかったので、このソフトで調整していきます。オルカスライサーは GitHub でダウンロードできます。リンクは概要欄に貼っておきます。それでは2つ目のいろんなパターンでプリントした結果を解説していきます。まずは 3D ベンチです。かなり綺麗に仕上がりました。あまり言うことはなさそうですが、先端の部分が少しよれている感じがあります。これは MVS の値を25立方ミリメートルセカンドでプリントしたものです。この値を20に下げたところ、よれがなくなったので、速度が速すぎて流量が追いついていなかったのかもしれません。そしてこちらが MVS 値20でプリントしたものです。先端のよれが少し綺麗になっています。比較するとこんな感じでキャリブレーションしておくと良さそうです。こちらもベンチマーク用です。積層、表面の文字や図形も良さそうです。PLA とあまり変わらない感じですね。場合によっては糊を塗って定着性を上げる必要がありますが、今回は何も塗らずに問題はなかったです。ただ定着しにくい機器、フィラメントもありますので必要に応じて塗りましょう。続いてはこんな感じのお菓子袋を留めるクリップです。人性が高いので多少負荷をかけても割れたり折れたりしにくいですね。PLA でももちろん作れますが、割れにくさや耐久度を考えるとペット G の方がいいと思います。続いてはペンケースです。黒い部分がペット GHF でシルバーの部分が PLA ベーシックです。違う材質ですがしっかりと結合されていました。違う色のペット GHF フィラメントを2つ用意するのはコストがかかるので、使い差しの PLA でも代用できました。また左の黒い部分はバンブーラボカーボン PLA を使って作ったものです。それと比べるとペット GHF はちょっと光沢がある感じですね。続いては曲げた時の折れにくさを見てみます。こんな感じの試験棒をプリントして手で曲げてみます。まずは PLA ベーシックです。かなり粘っていましたが PLA だと割れてしまいました。続いてペット GHF です。割れませんでした。
PLA より実性が高めなので材質の粘り強さが出ていますね。それでは3つ目の最初にやっておきたいオルカスライサーでキャリブレーション作業を解説していきます。ここからはフィラメントのパラメータを作っていきます。この作業をする必要あるかについてですが、機械ごとの個体差やフィラメントの状態の差は必ずあります。今回はパラメータがなかったのでやっていますが、テンプレートを使って問題なくプリントできていれば特にやる必要はありません。ただ、この作業をすることでよりリアルな測定値を取り込むことができるのでやっておくことをお勧めします。まずフィラメントドライヤーに入れて乾燥させます。およそ60度で8時間かけしっかり乾燥させます。開封後の乾燥が推奨されていますが、ただ正直長いので私も毎回やっているわけではありません。プリンターの横に置いてプリントしながら乾燥させます。それではオルカスライサーを使っていきます。最初は適正温度を調整していきます。画面左上にあるプリンターを選択します。今回は A1 ミニ 0.4mm ノズルです。バンブーペット G ベーシックフィラメントを選択します。キャリブレーション、温度を選択します。テンパーチャーキャリブレーションの画面が表示されるので、ペット G を選択します。ペット GHF の推奨温度は230度から260度になっていますので、スタートテンポを260度、エンドテンポを230度に設定して OK ボタンをクリックします。すると、こんな感じのタワーができるので、スライスをクリックします。画面右上の配色スキームのプルダウンをクリックし、温度を選択します。すると、温度ごとに各階層が色分けされます。画面右上の造形開始をして実際にプリントします。事前設定しておけば Wi-Fi でもプリント可能です。プリントしてみるとこんな感じです。結構綺麗にできていますね。形状や積層、ブリッジ部などどの階層が一番綺麗に出ているかを確認していきます。ただ、どれも似ていて甲乙つけがたいです。今回は240度を選びます。オルカスライサーのプリセット編集をクリックし、造形温度に240度と入力します。1層目の層と他の層をそれぞれ入力します。保存ボタンをクリックします。バンブーペット GHF のようにプリセット名称を変更します。OK ボタンをクリックします。続いて流量のキャリブレーションを行います。ここが適正じゃないと造形物が太ってしまったり逆に細くなったりします。2つの工程がありますので、まずは1つ目からやっていきます。画面左上のファイルから新規プロジェクトをクリックします。保存画面はいいえを選択します。パラメータを引き継ぐかの確認画面が表示されるので、破棄をクリックします。キャリブレーション、フローレート、パス1をクリックします。するとこのようなモデルが配置されるのでスライスをします。プレビューが表示されたら配色スキームで流量を選択すると修飾子ごとにそれぞれ違う流量になっていることがわかります。プリントしてみるとこんな感じになります。ここでも温度の時と同じで一番綺麗に見える修飾子を選ぶのですが、どれも似ていて難しいですね。強いて言うなら0という感じだったのでそれを選択します。決まったらオルカスライサーのフィラメントのプリセット編集ボタンをクリックし、すでに入力されている流量比の値を控えておきます。今回だと 0.94 です。続いてちょっと面倒ですが、確認した値を式に入れ計算します。フローレシオオールドにオルカスライサーで確認した流量比の値を入れ、モディファイアにはプリントして確認した修飾子番号を入れます。それぞれ値を入れ込むとこのような計算となります。今回だと 0.94 が算出されます。今回は修飾子番号が0だったので結果は変わらなかったですね。すでに適正値が得られていたんですね。オルカスライサーのプリセットの編集をクリックします。0.94 という数値を流量比に入力します。上書き保存をクリックします。続いて流量キャリブレーションの2パターン目を行います。画面左上のファイルから新規プロジェクトをクリックします。保存画面はいいえを選択します。パラメータを引き継ぐかの確認画面が表示されるので破棄をクリックします。画面上のキャリブレーション、フローレート、パス2をクリックします。するとこのようなモデルが配置されるのでスライスをします。右上の配色スキームを流量に変更します。するとそれぞれの修飾子が違う流量値になっていることがわかります。プリントしてみるとこんな感じです。この中から一番綺麗に見える修飾子番号を選びます。あまり差はありませんが今回はマイナス2を選びました。この式に値を入れて計算します。1回目で算出した流量比と今選んだ修飾子番号を代入します。するとこのような計算式になり、今回は 0.9212 となりました。同様にオルカスライサーに値を入力します。フィラメントのパラメータ編集をクリックします。流量比の値を 0.9212 に書き換えて上書き保存を行います。それでは続いてプレッシャーアドバンストキャリブレーションを行います。
3D プリンターではノズル移動時の加速や減速をした時に圧力の差で線の太さが変わってしまうことがあります。この調整は圧力の違うパターン線を何本も引き、その中でどれが一番綺麗な線になっているかを選んで調整する方法です。画面左上のファイルから新規プロジェクトをクリックします。保存画面はいいえを選択します。パラメータを引き継ぐかの確認画面が表示されるので、破棄をクリックします。画面上のキャリブレーション、プレッシャーアドバンスを選択します。PA ラインを選択します。OK ボタンをクリックします。プラットフォームに PA テストが表示されるので、スライスボタンをクリックします。するとこのようなたくさんのラインパターンが配置されます。右上の配色スキームのプルダウンを速度に変更します。プリント速度を変化させていることがわかります。それぞれの値を変えて圧力の影響を変化させているようです。実際にプリントしてみるとこんな感じです。ちょっと見にくいかもしれませんが、線が太っているところや細くなっているところが確認できます。この中から綺麗な横線になっているところを見つけ、その値を確認しておきます。では、オルカスライサーのプリセット編集をクリックします。Enable プレッシャーアドバンスにチェックを入れ、先ほど確認したプレッシャーアドバンスの値を入力します。上書き保存をします。続いて MVS のキャリブレーションを行います。MVS の値が多すぎると突出量が追いつかず、プリントに失敗したり、また少なすぎるとプリント時間が長くかかってしまうという状態になります。高速用フィラメントを使うのであれば、これは適正に設定しておきたいところです。画面左上のファイルから新規プロジェクトをクリックします。保存画面はいいえを選択します。パラメータを引き継ぐかの確認画面が表示されるので、破棄をクリックします。画面上のキャリブレーション、モア、マックスフローレートを選択します。スタートボリュームテックスピードを10にして、エンドボリュームテックスピードを30にします。OK ボタンをクリックします。このようなモデルが配置されます。スライスボタンをクリックします。配色スキームのプルダウンを速度や流量を選ぶと層ごとに値が変わっているのがわかります。それではプリントしていきます。下の層の速度は遅く、上の層に行くほど速くなります。基本的に上の層に行くほど突出量が追いつかなくなります。プリントした結果はこちらです。下の層は問題ないですが、上の層では樹脂の供給が追いつかずに欠損していたり、よれていたりしますね。ノギスや定規を使って底面から状態の良くないところまでの長さを測っておきます。仕上がり重視にしたいので状態の悪いところからやや下ら辺を測っておきます。続いてこの式に値を入れていきます。まず先ほどオルカスライサーで入れたスタート時の速度値およびステップ値を代入します。続いてノギスで測った長さをハイトメジャードに代入して計算します。すると計算結果は25となります。オルカスライサーのプリセットの編集をクリックします。一番下にある最大堆積速度を25に書き換えます。上書き保存をします。ただ今回はプリントした結果でもご紹介した通り、実際25の値でプリントしてみると、よれが発生してしまいました。そのため、最終的には最大堆積速度を20に再変更しています。今回実施したキャリブレーション作業は以上となります。ちなみに今回実施した手順については、キャリブレーションチュートリアルからアクセスすることができます。今回行ったこと以外にも、糸引き対策用にリトラクションや寸法精度を確認する項目もあります。いかがでしたでしょうか？今回はバンブーラボさんの PETGHF という高速用 PETG フィラメントを試しました。スライサーソフトに基本パラメータがない場合や仕上がりが安定しない場合は、キャリブレーション作業をすることで精度がアップすることがあります。ぜひ一度試してみてください。なお、本動画でご紹介した機器、備品、関連動画、URL などは概要欄でご紹介していますのでチェックしてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。